んばんは、ゆうかです。今回の動画は以前も商品をご提供いただいたオーロックスさんより新商品のコンプレッサーをご提供いただきましたので、こちらをご紹介していきたいと思います。お客さんが求める静かなコンプレッサーを開発されたということで、どんな感じなのかとても楽しみです。コンプレッサーの他にもたくさんの商品をご提供いただきましたので、いつも通りプラモデルを作りながらご紹介していきたいと思います。この動画はチャプターを作成しておりますので、各商品のチャプターを選択してご覧いただくことも可能です。それでは本編をご覧ください。それでは作っていきたいと思います。まずは超極薄刃ニッパーを使ってみます。以前もニッパーをご提供いただいてたんですけど、そこからさらにグレードアップされてるようです。どんな切り心地かな。おー、すごく軽いです。型番ニッパーの扱いにくさとかは全くないです。私はよく二度切りの時に深追いをしすぎて結構パーツ自体を切ってしまうことがあるんですけれども、こちらはそれがなくってしっかり切れてるんですけど、本体が切れてしまうということはないです。ランナーの箇所のみ綺麗に切ることができます。どこがつながっていたのかわからないぐらいです。プラモデルを傷つけずにここまで綺麗に二度切りができるのは本当に魅力的だと思います。型番ニッパーをこれから買ってみようかなっていう方にはすごくおすすめできる商品です。めっちゃ切りやすい。次にご紹介するのはピンセットです。先の形状が異なる2種類のピンセットが入っています。ちょうど小さいパーツがあったのでストレートな方をまずは使ってみます。すごく先が細いんですけど、安定感のあるつかみ心地で使いやすそうです。先の曲がってる方で細かいランナーのカスを拾ってみます。全然つかめちゃう。こんな細かいのでもしっかりつかむことができています。リアルグレードの小さいパーツなどにすごく役立ちそうです。黙々と作ること約1時間半。スコックが完成しました。ここから合わせ目消しをして塗装をしていきたいと思います。合わせ目消しはいつも通り接着剤を流し込んでしばらくしたらムニュッとしてというのを繰り返して気になるパーツすべてにやっておきました。合わせ目したパーツがくっついたので鉄やすりを使って合わせ目を消していきたいと思います。アンテが300から400、600から800、1000から1200と分かれているので、順番に使っていけば綺麗に表面処理をできるんじゃないかなって思います。細いタイプと幅広のタイプがあるので、キットのサイズに合わせても使い分けができそうです。それでは早速使ってみます。しっかり削れます。紙やすりみたいにザラザラしないので、鉄やすりとっても使いやすいです。綺麗になれ、綺麗になれ。どれくらい綺麗になるんだろう。はい、こんな感じで合わせ目を消すことができました。この調子で他のパーツもやっていきます。すべてのヤスリがけが終わりました。こんな感じでパッと見合わせ目がわからないように綺麗に削ることができました。それではメインのコンプレッサーのご紹介をしていきます。まずは中身ですが、はい、見てください、この小ささ。この大きさなら置き場所にも困らないですよね。こちらはコンプレッサー本体だけでなくてエアブラシも付属しています。早速使って塗装をしていきたいと思います。こちらがコンプレッサーの本体です。本当に小さい手のひらサイズといっても過言ではないサイズ感です。後ろのここに電源を差し込みます。スイッチを入れるとこのように光ります。付属のこのパーツを差し込むことによってエアブラシスタンドとして使うことができます。レギュレーターも付属しているので、こちらを取り付ければ湿気が混じらずに快適に塗装することができます。
あとはコンプレッサーとエアブラシをホースでつなげば準備万端です。まずはサーフェイサーを塗っていきたいと思います。実際どれぐらいの音なのかも聞いていただけたらなと思います。それではまずはコンプレッサーをオン。今テーブルに直接置いてしまっているのでこんな感じの音ですが、持ち上げるとここまで静かな音になります。夜塗装したい方や近所への騒音が気になるっていう方もとても使いやすいんじゃないかなって思います。塗装ブースの換気をオン。緊張する。大丈夫かな。全然問題なく吹けます。しっかりサフを塗装できました。空気圧の調整ができるのが2箇所あって、まずはこのエアブラシの下のノズル部分になります。2つ目はコンプレッサーのこの銀の部分をタッチすることによって調整が3段階可能になっています。細かい調整がしたいときはこっちのノズルで、大まかな調整がしたいときはタッチして使うなど、自分が調整しやすいように使えるのも魅力的かなと思います。サフの塗装は細かいところも特にないので、ノズルを全開にしてパワーを全力にして塗装をしていきました。サーフェイサーが完了しました。次は爪の部分を使ってメタリックのシルバーがどんな感じに吹けるのかやってみようと思います。口径が細いこともあってこのような細かいパーツにはとても相性がいいなと思いました。細かい粒子だと詰まっちゃうかなっていう心配もあったんですけれども、そんなことは全くなく綺麗に塗ることができています。次はボディの部分に光沢のモンザレットを塗ってみます。狙ったところにしっかり当たるのは嬉しいな。ピンポイントで塗ることができるので余計なところに塗料が飛ばずに塗料の無駄遣いの削減にもつながるなと思います。一気に出ないので安心して逆にゆっくり塗ることができます。かといって圧力も全然弱くない。しっかりと均一な圧でかけれるのも嬉しいところです。光沢塗料も綺麗に塗れています。これで乾かします。次はメタリックレッドを塗っていきたいんですけれども、これまで使ってきたこちらのエアブラシから以前オーロックスさんにご提供いただいたこちらの上についているエアブラシに変えて塗っていってみたいと思います。はい、付け替えました。塗り心地は違うんでしょうか。早速塗ってみます。こちらのエアブラシの方が口径が大きいのでメタリックカラーなどは塗りやすいかなと思ったんですけれども、どちらも難なく塗ることができました。ピンポイントで塗りたい時は先ほどのエアブラシを、全体的にまぶしたい時はこちらのエアブラシをという風に使い分けをしてもいいかもしれません。コンプレッサーが据え置き型になった分手元が軽くて塗りやすかったです。こんな感じでしっかり塗ることができました。同じ感じでメタルブラックを関節部などに塗っておきました。すべてのパーツが塗り終わりました。最後にこのエアブラシすごく口径が細いということで初めてのシャドウ拭きに挑戦してみようと思います。うまくできるかちょっと不安ですが何事も挑戦です。事前に紙に細く拭けるかどうか練習をしておきました。ノズルをいじってこのぐらいの感覚かなっていう細さを自分なりに探してみました。いざ実践です。光沢のモンザレットの上に艶消しの黒を足した色で塗ってみました。初めてのことなのでかなりおっかなびっくり進めていますが、手元でも出る量を調節できるので慌てずにじっくりゆっくり狙ったところに吹いていくことができました。怖かったのであまり色の差はつけなかったんですけど、初めてにしては上出来な気がします。他のモンザレットの部分にも同じようにシャドウ拭きをしておきました。は
はい、すべてのパーツが乾きました。元通り組み立てます。はい、ズゴックの完成です。合わせ目した箇所も全然わからないですし、メタリックカラーも他の色も綺麗に均一に塗ることができました。物合いには100均のデコレーションシールを貼っています。やはりエアブラシで塗装するとぐっとかっこよくなりますよね。うっすら塗ってみたシャドウ拭きも作品を引き立てるいいスパイスになってるんじゃないかなと思います。まだまだ下手くそなので、今回いただいたエアブラシを使ってどんどん練習していきたいなって思います。ということで、今回はオーロックスさんのコンプレッサーを使ってズコックを塗装してみました。久しぶりのエアブラシを使った塗装だったんですけれども、楽しくできました。こちらのコンプレッサーや動画内でご紹介させていただいた商品の詳細は概要欄に載せておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ほうほう。アップ。一部の方にご好評をいただいている私の帰省シリーズ、アップーとはまた違うアップーという謎の言葉が出ておりました。何なんでしょうね、一体。